うわ、バス近すぎなんだけど。いや、歩行者遅すぎて積んでるんだけど、ベル鳴らそうかな。お手まりちゃん、歩行者にベル鳴らすのは違反だよ。いや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 、自転車逆走でしょ。実はね、歩道に逆走っていう概念はないんだよ。そうなの？もうわけわからないよ。もう自転車乗れないじゃん。それじゃこれから安全に自転車に乗れるように、歩道の走行ルールを詳しく教えるね。うわ、ワウ道路みたいにさ、車道が狭いところ走るのってめっちゃ怖いんだけど、それでも車道走らないといけないの？なんか青切符制度が始まったって言われてるけど、ぶっちゃけ自転車のルールが難しすぎてどこを走ればいいのかわからないんだよね。確かにこれだけ近いところを車が通っていったら怖いよね。車道を走ってたらクラクション鳴らされたなんてこともあるしね。そうなんだよ。法律では自転車は車道を走らないといけないのに、車道を走ったら車から嫌がられる。どうなってんのよ、日本は。まあまあお手まりちゃん、そう怒らないで。自転車は原則車道なんだけど、実は歩道を走っていい場合もあるんだよ。え？歩道を走ってもいいの？そう、実は例外が3つあるんだ。それがこれ。ちょっと難しい。まずお手まりちゃんは高校生で、体に不自由もないから2は該当しないんだよね。なので1か3が該当する可能性があるんだ。まず1の道路標識で許可されている場合は、こんな標識見たことない？あ、見たことあるかも。この標識がある歩道はあくまで歩行者が優先だけど、歩行者に気をつけながら通行することができるんだ。あ、歩行者優先ね。それからこんな感じの歩道。これは歩道内で歩行者と自転車が分かれて通行できるようになっている普通自転車の歩道通行部分っていう表示だよ。自転車は原則車道側を走らないといけないんだけど、この表示がある場合は自転車マークが書かれている部分を通行する必要があるから、その場合は右側を走ることになるんだ。じゃあもしこの看板の左側に自転車マークが吹かれてたら左側を走らないといけないってこと？そうだね。あんまりそのパターンは多くないけど、その通りだよ。そうなんだ。でもさ、これだけ広いと結構スピード出して走れるね。いや、自転車のマークが書かれているところを歩行者が歩いている場合もあるから、スピードの出しすぎは危ないよ。あの表示があっても、あくまでここは歩道だからね。歩行者が右側を歩いているときは、歩行者に気をつけながら、歩行者優先で走らないといけないよ。え、こんな感じで置かれてる場合でも歩行者が優先なの？ここも歩道だからね。自転車のマークが書いている部分を、歩行者が歩いていたとしても、ベルを鳴らしてどかすなんてことはしちゃダメなんだ。なるほど。それから3は、車道に路駐してる車があったり、車が多くて危ないと判断できる場合は、標識がなかったとしても、歩道を通行することが許されてるんだ。あ、さっきの怖かった車道みたいな時ね。そう、このまま車道を走ってたら、車とぶつかってしまうかもしれないっていう場合に、一時的に歩道に避難するって感じだね。そっか。そしたら絶対にどんな時でも車道を走らないといけないってわけじゃないんだね。歩道を走ったら青切符ってよくニュースとかでも言われてるけど、実際歩道を走っただけで青切符を切られるってことはほとんどないからね。でも歩道を走ってて歩行者の邪魔をしたりぶつかりそうになった場合は青切符対象だけどね。そうなんだ。それじゃそんなに無理して車道って思わなくてもいいってことだよね。そうだね。それでさ、歩道は歩行者優先って言ったじゃない？歩行者を優先する以外にも注意することはあるの？いい質問だね。さっきも少し言ったけど、自転車が歩道を通行する場合、車道側を走るって決められてるんだ。そんな細い歩道でも？そう、細い歩道でも、もちろん車道側だよ。なんで？じゃあ通どこでもよくない？なんでそんなこと決められてるの？自転車って基本的には、車道を走らないといけないでしょ？うん。そうすると歩道から車道に出ることもあるよね。その場合、車道側を走ってた方が車道に出やすいでしょ？確かに。それから、車道から歩道に入る場合もスムーズに入れる。確かにそうだね。それから、歩道にはお店やマンションの出口があるから、
そこから出てきた歩行者にぶつかりにくいってこともあるんだ。確かに内側走ってたら今みたいな時ぶつかってるかもしれないね。そう、だから自転車は原則車道側って決められてるんだよ。なるほど。いや、私が歩道を歩いてる時も車道側じゃない方を歩けば自転車もスムーズに走れるってわけね。そうだね。おみちが自転車の交通ルールを分かりやすく解説してる電子書籍が完成したよ。詳細は概要欄から見てね。でもさ、これ見てよ。歩行者が前にいて全然進めてないじゃん。これってさ、もうベル鳴らしてもいいレベルじゃないの？お手まりちゃん、うまいこと言ったって顔してるけど、絶対ダメだよ。さっきも言ったけど、歩道は歩行者が優先。歩行者をどかすためにベルを鳴らすのは青切符対象で、もし切られたとしたら3000円、歩行者妨害をしたら5000円の反則金だからね。そうなの？じゃあどうすればいいのよ。私一生この人の後ろついていく人生を歩まないといけないってこと？そんなわけあるかい。もし通りたかったら小さい声で「すみません」って言って通してもらったら「ありがとうございます」だね。そっか、声をかければいいんだ。そう、ベルはどいてじゃなくて危ないを知らせるためのものなんだよ。ちょっと、自転車って左側通行が基本だよね。左側走ってるのに、前から自転車が来るってどういうこと？あれって逆走なんじゃないの？青切符だよ。お手まりちゃん、実は歩道を走行している場合、自転車には逆走っていう概念はないんだ。概念？歩道には逆走っていう考え方じゃないってことだね。っていうことは、車道では左側通行って決まってるけど、歩道だと左でも右でもどっちの歩道を走ってもいいってこと？そう、その通り。ただ、どっちの歩道を走っていたとしても、必ず車道側を走るっていうルールは変わらないよ。いや、我们这パイセン、どっちの車道側を走ってたらぶつかっちゃうじゃん。歩道を走り続けたら一生自転車と正面衝突する人生を過ごすことになっちゃうでしょう。冗談は寝てから言ってよね。お手まりちゃん、一生好きだね。正面から自転車が来たら、お互いに相手の自転車が右側になるように左側に避けて、すれ違うのが基本だよ。でも相手がどっちに避けるかわからなかったり、スピードを出してる人が来て危険な時は、端の方に寄って止まるのが一番だね。左方向に避けるってことを知らない人も多いしね。そっか。なって相手が避けてくれるのを待つってのも手なんだね。ちなみに横断歩道なんだけど、横断歩道も歩行者優先ってことは覚えておいてね。もし横断歩道に歩行者がいない場合は、ゆっくりのスピードで乗りながら渡るのは問題ないよ。でも、ここの横断歩道では、歩行者が渡ろうとしてるよね。高齢者の人が渡ろうとしてるね。この場合は、自転車を降りて押しながら渡ること。歩行者にぶつからないように渡ればいいんじゃん。歩行者が少ない横断歩道や、ある程度距離をとって通行できるときは、乗った状態でも一応問題ないけど、歩行者がたくさんいるような横断歩道を渡る場合は、安全のためにも押しながら渡った方が安心だよ。ちなみにこんな感じの自転車横断帯がある場合は、歩行者がいたとしても乗りながら通行しても大丈夫だよ。なるほど。これがあるかどうかが大事ってことね。最後に車道から歩道に入ったり出たりするときに大事なことなんだけど、必ず一時停止して状況を確認すること。状況？このシーンを見てみて。一時回避して後ろを確認したら、後ろから自転車が来てたね。もし確認せずにそのまま歩道に突っ込んでたら、ぶつかってたかもしれないよね。本当だ、来てた。これは気づかなかった。この場合は自転車だったけど、歩行者もいる場合もあるから、車道から歩道に入る場合、
一時停止して歩道の状況を確認して問題なかったら歩道に入る。それから歩道から車道に出る場合も同じで、歩道内で一時停止して車やバイクとかが来てないかを確認して安全だったら車道に出ること。絶対にノールックで車道に出るのだけはダメだよ。これはね、クレラからしたらいきなり車道に電車が飛び出てくるからかなり怖いんだよね。そうだったんだ。私、後ろ見ないで今まで言ってたかもしれない。それで最後にまとめると、歩道を走れるのは車道が危険な場合、歩道は車道側を走る。歩道は歩行者が最優先。歩道に逆走はない。歩道と車道を出入りするときは必ず安全確認をすること。結構いろいろあるんだね。まあ歩道は歩行者のものだからね。歩行者の安全が第一ってこと。なら私、そのこと、一生自転車をしながら移動しようかな。自転車をして歩いたら歩行者扱いなんだよね。まあそうだけど、それなら自転車家に置いてた方が良くない？というわけで、今回は自転車での歩道走行ルールを紹介してきました。前回の紹介したルールで知らなかったものはいくつありましたか？私は全部知らなかったよね。おってんまりちゃん、ふふんじゃないよ。でもさ、歩道に逆走がないってびっくりしたよ。そうだよね。おでまりちゃんのように歩道に逆走という概念がないということを知らなかった人はコメントで教えてね。